宇宙世紀0087。地球連邦の内側で牙を向き合った2つの勢力、ティターンズとエウーゴ。後にグリプス戦役と呼ばれる戦乱が幕を開ける。ティターンズは権力に物を言わせ、戦場へ次々と新型を投入していった。対するエウーゴは新型モビルスーツ開発計画ゼータ計画を指導し、次世代の機体を生み出していく。だがアニメ「機動戦士ゼータガンダム」ではその全てが語られているわけではない。熾烈な開発競争の裏側には、完成しながら戦場へ出ることのなかった機体や構想だけを残して消えていったものが数多く存在した。本動画ではその MSV の記録をもとにゼータ計画を中心にエウーゴが生み出したモビルスーツバリエーションの軌跡を紐解いていく。エウーゴがグリプス戦役中に進めたモビルスーツ開発のアプローチは大きく4つに分けられる。すでに配備されている量産機に手を入れること、ガンダムマーク2を強化すること、可変機構という新技術を他の機体へ応用すること、そしてゼータ計画そのものをさらに発展させることである。当時エウーゴが敵対していたティターンズは戦時中も次々と新型のモビルスーツをロールアウトしていた。そのためグリプス戦役も中盤を過ぎようという頃には従来の機体では性能不足が否めなくなってくる。こうした状況でエウーゴが既存機のアップデートに乗り出すのは当然の帰結だろう。中でも多くの兵士が運用する主力量産機 MSA003 ネモの強化は最優先事項だったはずだ。そうした思惑のもとにその発展型として開発されたのが MSA004 系ネモ3である。なお強化プランとして本来想定されていたのは MSA004 ネモ2だった。ジェネレーター出力の向上による高火力化を狙った機体である。だが肝心の出力向上に失敗し開発は難航してしまう。そこで武装強化という別の切り口から生まれた代替案がネモ3だったのだ。本機は固定兵装としてエネルギーパック方式のビームキャノンを搭載し、バックパックの両端には予備のエネルギーパックを装着している。さらにバーニアスタビライザーを備えたことで機動性も大幅に向上した。こうしてネモ3は火力、運動性、防御力の全ての面で原型機を超える機体として完成した。しかしエウーゴの指導者ブレックスフォーラ准将が亡くなった影響は大きかった。エウーゴとアナハイムエレクトロニクス社の間で意思疎通がうまく取れなくなり、開発は大幅に遅れてしまう。結果1号機が完成したのは宇宙世紀0088-1月18日。グリプス戦役もすでに佳境へ差し掛かっていた頃だとされている。なお終戦後は連邦の戦力に組み込まれたようで、宇宙世紀0096機はトリントン基地に配備されている姿が確認できる。またネモ3の開発が進められている裏ではもう1機の量産機 RMS099 ビッグディアスの改造プランも進められていた。それが MSA099 の2ビッグディアス2である。本機は原型機をベースに火力と機動性の向上を目指した機体だ。もともとビッグディアスはコックピットを頭部に備えていたため、胴体内部の構造を変更する自由度が高く、改修も比較的容易だったとされている。スペック上は原型機からほぼ変化がないものの、ファイブバインダーの大型化と脚部スラスターの強化により機動性は着実に向上した。なお本機に装備されている2連装メガビームガンは後に MSZ010 ダブルゼータガンダムへ搭載されるダブルビームライフルの原型となっている。量産機に持たせるには過剰すぎる火力だったことから、本機には実験機としての側面があったのかもしれない。最終的には1機が完成したのみで実戦には投入されていないという説もある。ただし宇宙世紀0116には旧エウーゴ系のテロリストヌーベルエグムが本機を少なくとも3機運用する姿が確認されている。ちなみにビッグディアスの発展機としてはグリプス戦役中にカラバが開発したディジェなども挙げられる。そのディジェにも幻のバリエーション機が存在したとされている。それが SEDJ1R、DJSER だ。ビッグディアスを源流としながらも超高性能モビルスーツとして企画され、さまざまな革新的技術が実装される予定だったと言われている。そのため
原型機とは全く別物として完成するはずだったという。もっとも装備、スペック、開発主体に至るまで不明な点が多く、カラバの自力開発かどうかすらわからない謎に包まれた存在である。ガンダムマーク2のアップデート。ティターンズが開発した RX-178 ガンダムマーク2は、装甲や武装と機体の基本構造を分離させることで高い運動性能を実現したムーバブルフレームを採用する画期的なモビルスーツだった。ただし装甲材に旧来のチタン合金が使われていたこともあり、総合性能そのものは当時の基準でも標準的な水準にまとまっている。エウーゴが露獲した直後こそ他機に見劣りしない性能を見せたものの、戦争終盤には高性能機が数多く投入され、マーク2では太刀打ちできなくなっていく。そこでアナハイムエレクトロニクス社はマーク2の強化案としていわゆるフルアーマー化を企画する。それが FA178 フルアーマーガンダムマーク2だ。胴体前面、剣部、脚部、腰部に増加装甲が設けられ、防御力は飛躍的に高まっている。また剣部にはフレキシブルに稼働するシールドを装備。右腕部の2連装ビームガンによって火力も大幅に向上した。しかしフルアーマー化につきものである重量増加には本機も頭を悩ませることになる。一応脚部にはスラスターユニットが増設されたが、根本的な解決には至っていない。そもそもビーム兵器がモビルスーツに当たり前に搭載されるようになったグリプス戦役において、増加装甲の有用性にはいささか疑問があった。結局マーク2の強化案としてはサポートメカである G ディフェンサーとの合体というプランが採用されるに至る。こちらは防御力の問題こそ解決していないが、火力と機動力の向上に加え機能を分担したことで柔軟な運用を可能としている。ちなみに宇宙世紀0090頃にバースキバジャック大尉がフルアーマータイプのマーク2を運用したという噂もあるが、真偽は定かではない。その後もアナハイム社はマーク2が抱える問題を何とか解消しようとあがいていたようだ。そして最終的には後継機を開発するにまで至っている。それが MSF007 ガンダムマーク3である。本機ではムーバブルフレームの構造上の脆弱性が見直され、機構を単純化することで強度の向上が図られた。また関節部にはより人間的な動きを可能とするためさらなる手が加えられている。加えて大型のバーニアスタビライザーと可動式バーニアノズルを装備したことで運動性能は原型機に比べて大幅に高まった。ゼータ計画の産物。アナハイム社が推し進めた可変モビルスーツ開発計画ゼータ計画。ここで生まれた可変フレームはモビルスーツ開発そのものに新たなアイディアをもたらした。例えばカラバのために製造された支援機 MSA005 系ガンキャノンディテクターである。本機はカラバの要請を受けたエウーゴがアナハイム社へ開発を依頼した機体だ。求められた条件は2つ。ゲリラ戦への適応と射撃時の安定性の確保である。アナハイム社はこれを射撃形態への変形という手法で解決してみせた。この可変機構を実現するために流用されたのが MSA005 メタスの可変フレームだ。メタスの機構はゼータガンダムなどに比べると簡易的で他の機体にも落とし込みやすかったのである。さらにバックパックに内蔵したアームを展開することで射撃時の安定性は一層高められた。武装は剣部のビームガン、背部に2門のキャノン砲、そして携行するライフルとかなりの重装備となっている。2機が製造されたもののうち1機は事故で失われ、もう1機がカラバで運用されたようだ。グリプス戦役後は連邦軍へ引き渡されており、宇宙世紀0096頃にはトリントン基地で運用されているのが確認できる。なお本機がガンキャノンの名を冠しているのはカラバのメンバーだった隼人小林のかつての愛機にあやかったからとされている。ただ一年戦争の命中距離支援機の名を借りてはいるものの、受け継いだのはあくまでコンセプトのみ。実態はメタスの砲撃戦使用機と言えるだろう。ちなみにそのメタスをディテクターとは別のアプローチで砲撃戦仕様に改修しようとした機体も存在する。 MSA005S メタスカイだ。原型機は可変機構を実現させるためにフレームの剛性を落としていたが、本機では
関節各部の強度に手が加えられている。武装としてはモビルアーマー形態時に機種となる箇所へハイメガキャノンを装備。モビルスーツ形態でも水平撃ちが可能となっている。ただ搭載するジェネレーターの出力が特別高いわけではないため、ダブルゼータガンダムほどの効果力は望めなかったようだ。そのため一撃必殺を狙う機体というより、モビルアーマー形態の機動力を生かして一撃離脱を行う宇宙戦闘機的な存在と考えられる。ゼータ計画のアップデート。アナハイム社が進めたゼータ計画の成果として MSZ006 ゼータガンダムと MSZ010 ダブルゼータガンダムの2機が誕生したことはあまりにも有名だろう。だがその陰には多くの試作機実験機が存在したとされている。例えば MSZ006X1 プロトタイプゼータガンダム。本機はアナハイム社がガンダム M2 の技術を取り入れる前に開発していた原型機であり、可変機構は設けられていない。頭部の形状違いで100式型の X1、ニック・ディアス型の X2、ネモ型の X3 と3機が製造されたようだが、最終的には X1 型に基づいてゼータガンダムが開発された。またゼータガンダム建造の際には本機の部品を一部流用したことで開発期間の短縮に成功したようだ。ゼータガンダムは可変機の傑作とも呼べる存在だったが、モビルスーツ形態のみに焦点を絞ってもかなり高い戦闘力を有していた。ここに着目したアナハイム社はゼータガンダムの量産化を目指す。こうして開発されたのが MSZ007 量産型ゼータガンダムだ。最大の特徴である変形機構を大胆にオミットし、頭部のツインカメラや V 字アンテナも配されている。ただここまでして完成した本機は非可変モビルスーツとしては平凡な機体に仕上がってしまった。これなら100式やその他の量産機の方が有効だと結論付けられ、開発は中止。数機が製造されるにとどまっている。一説によると製造されたうちの一部は宇宙世紀0094頃にガンダムデルタカイトの技術比較検証用として配備されたとされている。こうした実験機の運用を経て生み出された100式やゼータガンダムはアーガマに配備された後もティターンズやアクシズを相手に目覚ましい戦果を上げた。だがこれらの機体にもまだまだ改良の余地は残されていた。特に100式はグリプス戦役終盤になるとモビルスーツの強竜化の波に取り残されつつあり、時代の変化に合わせた強化が求められる。こうして誕生したのが MSR00100S 100式海馬。本機では軽量化に加え推進力と運動性能の強化に重点が置かれている。原型機の時点で脚部などフレームが露出する箇所は見られたが、本機ではさらに上腕部の装甲までオミットされた。防御力を捨てて軽さを取るという危うい試みが許されたのは100式のパイロットであったクワトロ・バジーナ隊への信頼があってこそだろう。もっともスペック上の重量は原型機よりも増大している。つまり本機の軽量化は追加した装備に対する重量比の改善や重心配分の調整を狙ったものだったと考えられる。装備面も一新された。バックパックとバインダーはゼータガンダムのロングテールバーニアスタビライザーを発展させた増加モーメント型高移動バーニアスタビライザーへ変更されている。武装も強化されており、前後に長い頭部にはパルスレーザー砲ユニットが内蔵された。また剣部にはハードポイントが増設され、同時期に開発されていた各種兵装を装備できるようになっている。なおこれらの改修が比較的容易だったことから、100式に込められた100年通用する機体というコンセプトは拡張性の高さを指しているのではないかと考えられている。そしてこの拡張性が評価されたのか、100式機には量産化の話も上がっていた。それが MSR00100S 量産型100式機である。頭部のパルスレーザーや剣部のハードポイントといった特徴的な機能は100式機から受け継ぎつつ、腕部には100式に近い構造を採用するなど細かな違いも見られる。またコストダウンのため高移動バーニアスタビライザーはオミットされ、100式と同型のバックパックへ差し戻された。これにより機動力は大幅に低下しているが、量産機としての性能は十分に確保されている。しかし結局この機体が量産される機会は訪れなかった。また100式の他にも
ゼータガンダムの発展型の開発が進められていた。それが MSZ008Z2 である。本機ではメタスの機構を流用することで煩雑だったゼータガンダムの変形システムを単純化しようという試みがなされた。実際生産運用が簡単なメタスの方式を導入したことで生産性に加えて操縦性も向上している。一方でフライングアーマーが廃止されたことによりゼータガンダムの特徴だったオプション装備なしでの短期大気圏突入能力は失われた。そのため本機は原型機と比べて戦略的な役割が大きく変化している。そういう意味で Z2 をゼータガンダムの発展機と説明するのはあまり適切ではないともされる。加えてモビルアーマー形態での1G以下の重力化における飛行能力も失われているため、ゼータガンダムでは可能だったサブフライトシステム的な運用も使用環境が限定されてしまった。しかし空間線における機動性能加速性能はゼータガンダムにも引けを取らず高中戦闘機としては高い評価を得ている。だが本機の開発時期はちょうどダブルゼータガンダムと重なっていた。当時はモビルスーツが恐竜的進化を続け高火力機が主流となりつつあった時期である。しかもエウーモには2機とも開発する余裕がない。こうしてダブルゼータの開発が優先され Z2 は廃案となってしまった。それでも本機から得られた運用データは後の量産型可変機リゼルの開発に生かされている。そのことからもいかに本機のポテンシャルが高かったかがうかがえるだろう。グリプス戦役の裏側で生まれ表舞台に立つことなく消えていった機体たち。それらは失敗作ではなく次の時代へとつながる試行錯誤の積み重ねだった。そしてこの戦役で積み上げられた次世代モビルスーツ開発のノウハウは第一次ネオジオン構想以降に花開きモビルスーツの進化を加速度的に推し進めていくことになるのである。